ゆっくり海外鉄チャンネルへようこそ。このチャンネルではアジアを中心に世界の鉄道を紹介しているよ。我々が今いるのは台湾、台北の板橋駅だ。今回は2026年6月30日に開業したばかりの新路線に乗車するぜ。6月30日。つい最近だね。早速乗りに行こう。今回乗車する新路線の3号線は、台北を東西に横断する板南線の終点長保駅から伸びている。長保駅までは台北駅からは27分、板橋駅からは15分かかるぜ。新路線は郊外を走っているんだね。終点の長保駅に到着。吹き抜けのある開放的な地下駅は千里中央駅っぽさがあるぜ。真新しい看板を頼りに3号線のホームに向かう。乗り換え通路では駅員らしきウサギのキャラクターが出迎えてくれる。オーロラのような壁の飾りが綺麗だったぜ。台湾の駅は凝ったモニュメントが多い気がするね。改札は多様な決済手段に対応した最新型。台北メトロは今年に入ってからクレジットカードのタッチ決済で乗れるようになった。JCB も使用できるぜ。地下鉄のタッチ決済は世界的なトレンドなんだね。3号線のホームに到着。水色の真新しい電車が停車している。3号線の車両は片側3ドアの小型車両で、2両編成で運転される。前面は左右のライトがメタリックな装飾でまとめられた特徴的なデザイン。前照灯は6つの小さなライトで構成され、同じ部分が微灯にもなるぜ。鉄道車両としては前衛的なデザインだね。ライトの間には自動運転用のカメラがついている。運転席はないので、乗客は大きな窓からの全面展望を楽しむことができるぜ。側面はラインカラーの水色で塗装されている。外吊り式ドアを採用し、戸袋に当たる部分にも窓があるぜ。この車両は日立レール製ドライバーレスメトロの一種だ。ドライバーレスメトロは日立レール製の自動運転対応の都市鉄道車両。日立レールはイタリアの鉄道車両メーカー、アンサルドブレーダが前身なので、日立製とはいえ欧州風の車両だぜ。通りで、日立なのに日本製っぽくない車両なんだね。ただし、ややこしいことに、この車両の製造は台湾から近い日本の笠戸事業所で行われたぜ。まとめると、製造会社は日立が買収したイタリアのメーカー、設計は欧州、製造地は日本ということだね。そうだぜ。日立レールのドライバーレスメトロは台湾の他にイタリア、デンマーク、ハワイなどでも採用されているぜ。車内はこんな感じ。座席はプラスチックのロングシート。白を基調としたシンプルな内装だぜ。走行する路線についても見てみよう。3号線は板南線の終点、長保から新北市三峡区、大賀区に伸びる14キロの路線。大賀シャタン駅では台鉄の大賀駅に乗り換えが可能だ。走行する地域は台北の都心部からはやや距離があるが、沿線にはレンガ造りの古い街並みが残る観光地や台北大学のキャンパスがある。3号線という路線名は三峡区、大賀区の2つの地区名に由来し、鉄道空白地帯であった三峡区のアクセス改善が期待されているぜ。地図で見るとくねくねした線形の路線だね。そうだな。3号線は全区間が高架だ。既存の道路や川に沿って建設されているため急カーブが多いぜ。3号線は全駅が新北市内に位置し新北商運が運行している。新北市は台北市をぐるりと取り囲むドーナツ型の行政区で、新北市が設立した新北商運は3号線の他に3路線の都市鉄道を運行している。単海景気と暗行景気は低床トラムを使用した LRT で、環状線は3号線とよく似た路線だ。環状線は3号線と同じ都心に乗り入れない自動運転の鉄道で、アンサルドブレーダ製ドライバーレスメトロで運行されている。ただし、3号線より線形が良く、列車は3両編成だぜ。環状線などの他の路線については過去動画で解説しているよ。ここからは開業したての3号線に実際に乗車した際の様子をお届けするぜ。3号線は2026年6月30日に開業。開業キャンペーンで8月いっぱいは無料で乗車できるということもあり、駅は新路線に興味津々の乗客で混雑している。2両編成の電車は輸送力が限られるが、乗車した日にはおよそ3分間隔での高頻度運転を行い大量の乗客をさばいていたぜ。運行頻度を柔軟に変えられるのは自動運転のメリットだよね。列車は長保駅を出発。騒音防止や住民のプライバシー保護のため、市街地では線路は防音壁に覆われている。3分間隔で運行されているので頻繁に反対向きの列車とすれ違うぜ。一つ目の駅、マソデンに到着。3号線は全ての駅にホームドアが設置されている。将来の長編成化に備え、ホームは3両分の長さを確保しているようだぜ。しばし、3号線の車窓をお楽しみください。
列車は台北大学キャンパスの脇を走行。3号線の沿線は市街地と緑地のメリハリがはっきりしており、駅間には緑豊かな風景が広がっているぜ。大自然だね。列車は大関係に架かる大きな橋を渡る。この川は台北を経由して淡水で海に注いでいるぜ。橋の向こうには大賀の市街地が見えてくる。3号線開業の影響か建設ラッシュのようだぜ。列車は大賀シャタン駅に到着。この駅は対鉄線との乗り換え駅だ。一度列車を降りて周囲を散策してみよう。大賀シャタン駅のそばには新平市美術館があり、駅周辺はおしゃれな雰囲気だ。対鉄の大賀駅までは100メートルほど離れている。地図では駅の間に道がないように見えるが、一見すると分かりにくいビルの中の通路を通れば最短距離で移動できるぜ。隠し通路みたいで面白いね。ちなみに、大賀駅の東側には S 字カーブを通過する列車を撮影できる有名撮影地があるので、興味がある人は訪れてみてほしいぜ。夕方に巡行になるよ。再度3号線に乗車。大賀シャタン駅には待避線があり、1編成の列車が停車していた。この駅で折り返す運行形態が計画されているのかどうかは不明だぜ。両方向から入線できる大規模な退避設備になっているね。列車は終点の大東福徳駅に到着。長保駅からの乗車時間は35分だったぜ。短い路線だけど結構時間がかかったね。大東福徳駅周辺は便労店が並ぶ昔ながらの街という雰囲気だ。もともと鉄道が通っていなかった街の割には結構発展しているね。大東福徳駅は新平市と桃園市の境界に位置している。まだ工事が始まっている様子はないが、この駅から桃園中心部まで3号線を3駅延伸させる計画があるぜ。今回の動画はここまで。台北や新平市の既存の都市鉄道については過去動画で詳しく解説しているから、興味が湧いた人はぜひ見てほしいぜ。ご意見ご感想お待ちしております。高評価とチャンネル登録もよろしくね。それでは、ご視聴ありがとうございました。